バチヒットみたいな海外と日本のサバゲってすごく大きな違いがあって、あれなんですよ、魔法の言葉があるんですよ。サバゲーデビューをした時にご指南いただいた時以来でございます。そうですね、あの時はもう大変暑苦しいキャラで大変失礼いたしました。鬼教官のキャラで。そうですね、あれは演出の指示あってのもとですんで。忘れもしない小学校3年の夏、家族旅行行った先でですね、買ってもらったエアガンが、当時からの刑事ドラマとかそういうのが好きで、それで銃にはとても興味があったんですね。銃好きから始まって、そのエアガンを手にして、その遊び方の中でそのサバゲってものに出会い、ハマっていったと。ブームがあるんですよ。ブーム、はい、この銃の今はブーム。銃そのものより映画とかの方が多いんですよ。男たちのバンカっていう映画があったんですよ。主人公が両手にベレッタ 920F を持って撃ちまくるんですよ。で、弾が切れたらポイってすると新しいの抜くんですよ。それを見て、なるほど、920使いは4丁持ってなきゃいけないんだと。いうことで、一時ですね、920で8丁ぐらいあった時期があったんですよ。こうやってバチヒットみたいな。そう、2丁拳銃って渡りしませんからね。それをやるっていう事実が大事なんです。事実がね。そうです、そうです。初めてのプレゼントはお父さんお母さんが選んだとか、それとももうママさんこれがめっちゃ欲しい。そうなんです。当時ハマってたその刑事ドラマのハマってたキャラクターが使ってたやつ。これ絶対風間のだっつったやつね。ゴリラってドラマで神田正輝さんが演じてたんですけど、そのキャラにめっちゃ憧れてて、これをですね買ってもらって。いろんな誤解を恐れずに言えば友達を探す場です。わかりやすい。同じような趣味嗜好の方々と出会う場ですね。もしくは全くその嗜好が違う方がどうやって楽しんでるのかっていうのを観察する場でもありますし、それはあの映画のあのシーンですよねとか言うと「わかります」みたいな感じで仲良くなるわけですよ。楽しい楽しい。そういったのもサバゲの楽しみの一つですよね。昔はサバゲやろうと思うとまずねお店に行かなきゃいけなかった。そこのお客さんがサバゲチームを持ってて、でその中の人は例えばどっかに土地を借りてるとか、どっかやれるところがあるとか、だからまずお店に行って、お店と仲良くなってそこのチームに混ぜてもらって、それでサバゲを楽しむっていうのがその昔スタイルなんですね。2000年前後ぐらいに、有料フィールドっていうのがポコポコでき始めたんですけど、そこでできたのがその定例会システムなんですよね。そうなんだ。一人でもサバゲを楽しむために。どんな人がそうやって集まってきてゲームをやるんですか？サバゲをやる。サバゲをやる。はい。じゃあ次のゲーム5分後に行いますので、ツアーでみんなこう準備するわけですよ。で、その時にもいろいろ話すわけですよね。さっきのあそこうまかったっすねみたいな話とか。いいですね。それ。これ地域差もあるんですけど、その大昔はショップ対抗的な側面も。おめえらあそこのチームには負けねえぞみたいな、よろしく今日はみたいなそういう文化があったところもあるようです。だから今とその昔ではかなりね、そのサバイバルゲームのなんていうか楽しみ方がね大いに変わっているんだなっていうのは。勝とうとすると絶対ぶち当たる壁があるんですよ。何ですか？ゾンビ問題です。当たってもヒットって言わない人。これね難しいんですよ。無自覚ってのもありえるんですよ。いや私ね本当に心配でしたもん。そう自分でもね絶対やってるはずなんですよ。個人的な見解ですよ。私はサバイバルゲーマーは誰一人ゾンビのことは否定できないと思ってます。おそらくやったことない人、絶対に俺がやってないって言える人はいないと思います。個人的にはですよ、そのゾンビがあるもんだとしてどううまく付き合っていくかっていうことを考えた方が生産的かなという気がしますね。同じ人って言われないみたいな人がいて、楽しいね、ちょっと仲良くなってくれたんですよ。すごい。そしたらね、その後ねヒットと言うようになってくれたんですよ。やっぱそういうもんだよなと思って。心開いてるかどうかも関係してくる。そうですね。だから後進国で勝敗が決まるじゃないですか。信頼関係っていうのは結構大事なところなんですよね。スパンってやられた時に「うわ今のうまいっすね」みたいな方がそうやってね思う。多くの人が集まってその皆さんが等しく楽しんでいただくためにやって考えるとそこが最適解かなという気がしますね。そのためのそのルール作りがあったりとか安全への取り組みがあったりとか、その上でだったらある程度いろんなことを許しますよっていうんでいろんなコスプレをしてみたりとか、なるほど、そういうその自己表現の場としても機能するわけですよね。海外と日本のサバゲってすごく大きな違いがあって、その違いはねパワーなんですよ。銃の持ってるパワー。日本って銃刀法で1銃
決められちゃって、そこから先はお縄ですよっていう厳しい状況なわけですよ。日本って1ルールって決まってるから、痛さの条件決まってるんですよ。はい、日本のサバイバルゲームってそういう意味ではみんな同じ環境で戦えるわけですよ。有料のサバイバルゲームフィールドっていうのが伸びてきたことの一因はそこにあるような気がします。やっぱり一つ鍵を握るのはインダーフィールドさんだと思います。なぜ？濡れない汚れない、私服で OK。私服で OK、びっくりしました。これね、外人さんがびっくりするんですよ。お前の国では駅前にあるインダーフィールドで会社帰りのリーマンがやるって本当か確かにすごいかも。向こうはそういう感覚ないんですよ。10年ぐらい立ち遅れてます。日本に比べると。日本の方が進んでる。進んでます。全然進んでます。すごい日本国内のサバゲーって幅が広い、間口が広い状況にあると。自分が好きな方面のサバゲーを、今選びやすいってことですか？見つけやすい？もう選び放題ですね。コスプレして参加して怒られるところがほとんどないですし、その場だと自己表現ができるっていう人もね、結構いらっしゃるわけですよ。だからそれはね、ものすごく平和だなと思うんですよね。そういう側面がどんどん世の中に浸透してきてくるから、そのサバゲそのものの存在意義も上がってくるんじゃないかなっていう気がしますね。最初のエッチは何がいいですかみたいなこと結構聞かれたんですよ。かっこいいと思うやつが一番いいですって言ってたんです。まあこう言っちゃなんですけど、最初に持つ鉄砲を使いこなせるわけがないんですよ、はっきり言って。そうなんですか？だっていきなりね、構え方しっかりとかしっかり狙うとかっていうのは難しいですから。でその銃の持ってる性能なんてもう最初の人だから分かりしないじゃないですか。ね、他に持ってて比べられちゃうと、結構ヘボいんだなとか分かっちゃうかもしれないですけど、最初の一丁だったらそれがまず基準になるわけですよ。そうですね。この子が基準になってて、次の子は前の子とこう違ったってなるんですもんね。初カレとかそうじゃないですか。初カレ。初カノとかやっぱ覚えてますもんね。そこに比べると、基準になってる。そう、彼女とかより車ってやりましたって。ここに最初出ましたね。最初に買った車ってすごく印象に残るじゃないですか。バレた。最初に乗った車ってことだったけど、次乗ったらこんなここはこうなんだ、ああなんだっていうのが10人も同じことが言えると思うんですよ。だからこの最初の一人ってことですもんね。そうですそうです。あそこはやっぱりそのビジュアルとかで選んだ方がいいんじゃないかなと思いますね。だってかっこいい銃使いたいじゃないですか。やっぱりね、そうなんですよ。でかっこいい銃買って自分はちょっとかっこいいじゃないみたいな。でもね、それがね、そのサバゲのなんつうか根源的な楽しみな部分だと思いますね。じゃあ最後に、モノさんにとってサバゲーの魅力って何ですか？コミュニケーションです。世間一般で銃撃戦っていうと悪意と悪意の衝突なんですよ。そうですね。だから相手を怪我さそうと思って撃ち合ってるじゃないですか。でもこっちの撃ち合いって全然そんな意図ないんですよ。あいつをヒットさせたいと思うから撃つわけじゃないですか。言葉を交わすがごとく打ち合いをしている。だからそれをシカトされるとムカつくわけです。なるほどね。おいっつったのに、おい何無視してんだお前みたいなことですよ。ゾンビ行為。おいって言ってスンってなってる。そうすんじゃねえよみたいなことですか。打ち合いの先にあるものはコミュニケーションだなと。私も今度コミュニケーション取れるようにまず打つのが楽しい段階で。あれなんですよ、魔法の言葉があるんですよ。絶対に相手がニコニコになる言葉があります。その銃かっこいいですね。なるわ。これでイラッとする人いないですか？いないっすね。絶対いないです。わかるって。そうなんですよっつって聞かなかったことも全部答えてもらう。それは別に知識がついていかなくても話せることですよね。そうです。よくわかんないけどすごいですねって言われて。そうすると相手もそうかそういう感じかってなりますから。ちょっとここからどんどんモロさんの息が楽しくなれるように頑張りたいと思います。頑張ってください。本日ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。失礼いたしました。失礼いたしました。